はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月1ヶ月分のタロットリーディングをさせていただきます。ちょっと星の解説もね挟みながらいきますのでよろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、カップ8の逆、エンペラーですね、皇帝、そしてワンド4逆、吊るし人、はい、そしてカップ、すいません、ソードクイーンの逆とペンタクスクイーンと太陽の逆、気をつけることや対策はソードの4逆とカップの5逆とオラクルは節制の逆ですね。そうですか。この8月の特に23日までっていうのは非常に軽快に動いていきやすいフットワークの軽い時期になるんですね、星で見ても。でカードで見るとなんか自分が思うように進めてないみたいな、そういうもどかしさみたいなのを感じていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですけれど、いやいや物事はすぐに入れ替わりますからっていう感じで、もし自分はうまくいってないと思ったとしても何かをきっかけにすぐうまくいくこともできるし、うまくいってるっていうところにあぐらをかいているとまたなんか調子が悪くなることもあるしということで、物事は非常にやっぱり動きやすい状態にありますよというふうに言われてます。そしていつでもそれを調整できるのは運勢ではなく自分自身なんですよみたいなメッセージも感じました。っていうのはやっぱり皇帝とか太陽とか出てるとすごく強いんですよね。節制もいいカードですね。ただいい状態にキープしようとすればするほど硬くなったりうまくいってないことを非難したくなったりするんですけど、物事って全部陰陽で昼があったり夜があったり朝があったりみたいな、そんな感じで自分も調子いい時があったり調子悪い時があったりとかしながら、その時間全てが全部完璧なんですよみたいな感じがしたんですね。ですので私たちの意識ではもっとこうしたかったみたいなのがあったとしても、実は今起きてることがベストっていうこともあると思うので、それがこの太陽の逆だと思ったんですね。ではい、そしてちょっと入り口がねカップの8の逆なので、何か一つを、今すごく好奇心が旺盛になりやすい時とか、いろんな人とつながりやすいとか、あれもやってみようとかこれもやってみよう、これ勉強してみようみたいな、わーってもう双子座さん特有のねエネルギーをふんだんに使える時なんですけど、それだけいろんな可能性が芽生える時っていうのは同時に何かを諦めるとか何かをやめる、手放すっていうこともありそうで、その何か一つを手放すというか、置いていくというか区切りをつけることによってとてもいいなんか気づきがあったのかなって感じがするんですね。すっきりと次へ進めるとかなんか揉めてやめるとかじゃなくね、すっきりといい形で次に進めるのかなって感じがしました。でちょうどね大きな流れでいくと今ちょっと特別期間なので不思議なことが起こりやすいんですけど、でもすごくいい形で今この8月っていうのを見るととてもいい形で双子座の皆さん自分の力をねちゃんと蓄えていってますねみたいな感じがあります。ただ今この動画をご覧になっているこの瞬間や、もしくは8月の頭っていうのはもしかしたらもっと動きたいのに動けないみたいな感じがあるかもしれませんが、これがもしかしたら少し頭でっかちになってるのかもしれないですよね。要するに考えずにやろうと思えばいくらでもできるけど、考えすぎて動けないみたいな、実際に物理的に足止めをされてるわけではなく、自分の頭の中であれこれ考えてる段階で答えが出ない段階で動けないって思ってるだけで、もしかしたら、少しその情報過多になってるというか考えすぎっていうのもあるかもしれません。でそれによって矛盾が出てくると動けなくなるみたいなね、はっきりともう全部が白ですとかだったら白とかって言えるけど、いや黒もあるしグレーもあるしってなるとってなるような、はっきりしない情報に惑わされないで自分の感覚を信じてほしいなっていう感じがしましたね。なぜならば自分の中にはもしかしたら今燃える情熱があるかもしれないし、やりたいっていう気持ちがあるかもしれない。でも状況とか
条件とかいろんな時間とか考えてると、いやできないしなとか私なって考えてるだけなのかなというふうに思いました。その情熱や才能は皆さんの中にあるっていう感じがしたんですね。そして落ち着いて間違いなく進んでいこうとか失敗なくやっていこうっていうベストな道をではなく、別に寄り道したっていいじゃないぐらいの感覚でいくと、十分にその時々を楽しみながら豊かにいい経験をして進んでいけますよっていうふうに言われているので、やはり8月23日までの間に何か自分がやりたいと思っていることがあったら手がけてもいいんじゃないですかね。でそれがもしパーフェクトじゃなくてもすごくそれは満たされる、自分にとってはよかったやったみたいな感じになりそうです。これ私から見るとまだ逆位置ですが、逆位置でも十分嬉しい、十分成功みたいな感じがあります。でそれに対していやもうちょっとこうだったらなとか、いやこうだったらみたいな、また次の策を考えたくなってますが、いいんです。考えすぎなくていいんです考えれば考えるほど矛盾が出てきたり別の問題が出てきたりしそうなので、いやいや自分の中にあるその情熱があればいいみたいな、そんな感じです。でちょっと対策としては、その思い通りにいかないこととかちょっと条件が違うことにとらわれてしまうと、その喜びが半減してしまうよというメッセージと、あとやっぱりしっかりね体を休めてくださいね。頭がめちゃくちゃ動いてる感じがするんですよ。もう起点が効くっていうか、もう回る、頭が回る、情報も回る、ああしたらいいこうしたらいいっていうのもどんどん分かってくるみたいな、体がついていかないみたいな感じがあるんですけど、体をしっかりと休めてくださいね。そうすると考えてやるっていうよりもなんかもう体感としていい道を行くみたいな感じがあるので、そしていつでもそのやり方は変更可能です。ご自身でね変更可能、そんな感じがしましたね。すごく強いですね。今回強かったですね。はい、で23日以降っていうのは少し落ち着かせていく、それまで得た情報とか状況を落ち着かせて寝かせて自分の中にしっかりと蓄えていくみたいな流れになります。ただそうですね、27日以降とかはねまた作っていくぞみたいな力も出てくるので、決して止まってるわけではないんですが、一つの区切りは23日かなと思ってもらったらいいと思います。そして8月16日も新月なんですけど、この新月もすごくいい気づきがありそうなので、双子座の皆さんにとってはなんか例えばですけど、あの人苦手だなみたいに思っている人がいたとしたら、うわーこの人がいてくれてよかったみたいな人が出てくるみたいな、そんな感じですね。16日ぐらいを境目に、そこから急にね達成みたいな、逆位置なんですけど十分いい喜びがあるので、それをなんか感じてほしいなと思いましたね。ちょっとオラクルをちょっと見させてくださいね、ホさんね。器用にね何かをコントロールしていけるって感じがしたんです。エンタープライズということでワンダの3ですね。わ、また出ました。節制、しかも正位置。これちゃんと私やる前に混ぜてますから大丈夫です。そしてストレングスってことですごくいいですね。これはワンドの3に節制にストレングス、力があるっていうのはまさにこの1ヶ月で自分の中に湧いてきている可能性っていうのは本当に素晴らしい未知なる可能性がありますよっていうふうに言われていて、それがたとえすごく難しい話だったらちょっと自分にとってはレベルが高いなとか大きな話だなと思ったとしても、十分それをなんか今の技術がどうとっていうよりも自分の中にあるその情熱や愛情や力があればこなせますよねみたいな、そんな感じがあり、それに対してすごく応援されてる感じがありますね。なんか重要なことがあるんじゃないでしょうか、この8月。もし何かねありましたとかこれですみたいなのがあったらまたコメントで教えてください。そしてもし何かしら今回のメッセージも参考になりましたという方はぜひいいねボタンで教えていただけると嬉しいです。ということでここまでにしておきます。なんか双子座さんらしく活気あふれる感じが良かったですねということで、ありがとうございました。8月もいい時間をお過ごしください。失礼します。